鳥なしの祈りっていうのは重要な意味合いを持ちます。ある時ですね、岡丸牧師と、ある方のために鳥なしをしたんですね。そしたら、その方が直後、証しをされたんですね。内容はですね、鳥なしをされてるのは分かりますかっていう内容だったんですね。で、今私は分かりますっていうことをね、言っていてですね、その時、我々がやってましたから、目の前に形として現れたのを見てですね、驚きました。またある時ですね、礼拝をしようとした時に、ちょっとお腹が痛くなっちゃってですね、大変な状況だったんですね。これはまずいなと思ったら、途中で消えたんですね。そしたら数日後にですね、連絡がかかってきましてですね、どういう連絡かっていうとですね、礼拝の時お腹が痛かったでしょう。で、示されたので、何人かと一緒に祈りましたっていう連絡だったんですね。で、その時にですね、まさに主は助けを送ってくださって祈りを通してですね、また私の体を守ってくださったなっていうことをね、感じてね、主を崇めたのですよね。それとともにですね、最初にイスラエルに行った時に、エジプトでちょっと危険な目にあったんですね。予定と違う、予定はキャンセルされてるって言われて、そしてですね、こちらももう最初の頃の回線だったのでですね、対応ができなくて、で、ちょっと怪しげな人の車に乗せられちゃったんですね。で、そうしましたら、帰ってきたらですね、ある方が、エジプトに入った時危険な目にあったでしょっておっしゃったんですね。それで祈りましたっていうことを言われてですね、まさに助けられたなっていうことを感じます。鳥なしの祈りっていうのはですね、何か何の価値、効果もないっていうふうに思うようなことが何度もありますが、祈りはですね、神様に聞かれているので特別な意味合いがあります。そしてある時、予言があったんですね。ある兄弟のことで、その兄弟は、教会いなくなっちゃった兄弟なんですけども、この兄弟はですね、地震で死ぬという予告だったんですね。で、それを聞きながらですね、真実の可能性もあるから、これはまずいなということになりましてですね、一応取り出しをすることにしたんですね。地震で死なないように。その当時は関東の地震をやれてたのでですね、関東大震災かなんかが来た時に死んじゃうんだろう。その可能性のことを言ってんだろうと思ったんですね。そしたらね、その兄弟ね、神戸に引っ越しちゃったの。で、それを聞いてね、あれって神戸ね、地震あるなんて言われてなかったから、あれは、あの示しは間違いだったのかなと思いつつも、ともかくやってたんですね。そしたらね、神戸に大地震が起こった。まさかの声。そして彼がね、住んでいるところがね、その中心になっちゃったんですよね。それで、死者の名前が出てましたからね、ちょっと恐る恐る出てなければいいなと思って見てましたらですね、連絡が入ったんですね。それは何かっていうとね、彼が助かったってね。そしてね、彼の証の内容まで入りましたね。それは我々と切れていたんですけども、何かっていうとですね、死ぬところだった。奇跡が起こって命が助かったとおっしゃってたんですね。それでですね、確証はありませんが、私はこう思っております。我々の祈りが聞かれたと。で、鳥なしの祈りっていうのはですね、他の方々に対して大きな祝福となりますし、また大きな恵みとなりますのでね、どうぞ皆さんも鳥なしをされているならね、聞かれてますのでですね、さらに祈っていただきたいと。こういうふうに思います。